もはや死にゆく我らにはどうでもよいこと。しかし呂布か。呂布よ、我が冥府への花道はお前の首で飾らせてもらうぞ。良き戦士よ、そして若いな。ああ、そう思うとく。貴殿の功をたたえ、西南県の将に任ずる。ありがたき幸せ。謹んでその任をお受けいたします。次、関雲長、貴殿の功をたたえ、中山軍安徽県の意に任ずる。はっ。次は関羽殿、貴殿と別れねばならぬのはつらい。そういえばゆっくりお話もできませんでした。曹操殿、乱世を治める脳を持ちながら貴殿は乱世すらも私欲のために利用しているのではないのか。再びまみえる機会があるだろうか。わかりません。ですが貴殿と出会うのは戦場であるような気がします。敵として出会いたくはないものだ、貴殿とはな。こちらこそあなたは敵にしたくない。あの戦いでこの御仁は官軍を踏み台にしたのではないか。
兵州の僕となった主春殿のもとで任に就くことになった片腕と言ってもいい。もちろんだ。これが俺の才覚よ。将にはへつらう、官には袖の下だ。司令行為燕本所参りました。燕将殿、よくぞ参られた。だが今は漢のために大義をなさねばならぬ。貴殿のような優れた将があってこそ洛陽は保たれた。ひいては反乱も立ち消えとなった。私は武君を立ててはおりませぬ。都の守りは誰にでも頼める任ではないぞ。大将軍の意向が洛陽を照らしていたからでありましょう。私は兵たちをまとめていたに過ぎませぬ。実によくできた御仁であるな、貴殿は。将軍、この乱にあって宮中の動きは。盧植将軍の件は知っておるか？はっ。宦官どもへの賄賂を断ったことで盧植将軍は臆病者のそしりを受け罷免された。死一等を免じ官職を全て剥奪されたと。実に許しがたいことだ。そうは思わぬか？奴らは乱に乗じ、以前にも増して私財を蓄えておる。だが、そこに油断がある。内通者でありますか？しかり。奴らの本性は臆病さよ。臆病ゆえに、宦官同士での結束などなきに等しい。なるほど。金を積んだということか。
奴らの野望は何としても阻止せねばならん。兄を差し置いて弟が上に立つなどあってはならぬ。しかり時代の帝位は弁王子を置いてありますまい。東大号殿下、老いたわしや宦官どもに抱き込まれるとは、それほど共鳴を皇帝にしたいのか。京王子の母君はおそらくこの御仁が。何より次の帝位を決めるのが宦官どもだと許せるものではない。ああ、これ以上奴らがのさばってはこの国はどうなってしまうのか。滅ぶ。家臣殿にはまだその危機感がない。この袁紹、漢に体温ある袁家の出自としても宦官どもの戦王は許せませぬ。おお。だが金で動く者はやはり信用できぬ。信念で動く者が味方におらねば。この袁紹なれば余計な野心も見えぬ。うってつけの駒よ。貴殿の忠説、まことに見事なり。思考よれ、袁紹殿。は？ここから先は他言無用。心得ております。実は殿下はすでに崩御されている。なんと。さらに殿下は今はの際に時代の帝を京王子に譲ると命ぜられた。それでは。だがそれを知るのは未だ我らと十条寺のみ。図らずしも黄金の乱が帝崩御の方を告げることを先延ばしにする結果となった。これは国の大事でありますな。もはや一刻も猶予はない。これは謀反である。我らは先帝の命に背かんとしている。
しかし殿下の御心はすでに奴らに操られるままであった。真に国を憂う者は今こそ帝位に寄生する輩を排除せねばならぬ。今こそ死の粛清あれ。何とぞ果断なる処置を。この家臣には覚悟がある。いつ断たれます？今を置いて他にあるまい。今こそ漢の汚辱をすすぐ時だ。宦官どもをことごとく抹殺せよ。無礼者、我は大将軍家臣なるぞ。この逆賊が！うわ！やったぞ！逆賊家臣を撃った！大将軍閣下、お気を確かに。後を頼む。はっ！この袁紹の神明に変えて。この兵力を宮中に残しておいたとは、つまりこれは家臣将軍を亡き者にする罠か。閣下の死を無駄にするな。漢の存亡、この一戦にあり。もぬけの殻です。くそ、逃がしたか。皆の者、今日王子はまだ遠くには行ってはおらぬ。探せ。くそ、家臣一人であれば返り討ちにできたもの。英将め、家臣などにつくとは。名門を鼻にかける青二歳め。
こちらの手に仁王寺がいらっしゃる限り逆賊は奴らよ。そうだ、剣道将来し袁紹明は生皮を剥いでくれよ。バカな、こんなところで止まるな。あれは袁紹か。おや、十条寺の皆様ではないですか。こんな夜更けにこんなところでいかがいたしました？誰だ貴様ら。私めは理事と申します。こちらは当将軍の軍にござりますれば。どうだと？いかにも我らも領主への帰還を申し使っておりましたが、洛陽一円には乱に乗じた賊がはびこっておりました。さらには近中に何やら不吉な影ありとの噂も聞かれましたので、万が一に備えるためこの地にとどまっておりました。今宵の宮殿は何やら騒がしい様子でございましたので、こうして兵たちを進めて参ったのですが。おお、これぞまさしく天の助け。李樹とやら当将軍とやらはここに下級の命がある。逆賊家臣と袁紹が王子殿下を亡き者にしようとしたのだ。いち早く奴らを討たねばならぬ。ほうほう、それはそれは。王子か。貴様！思い出した。こやつは領主の董卓。何？家福は君にある。
天の時にあらず。控えおろう。先帝なき今、我が兄弁王子は時代の帝となられるお方である。総中英、貴殿は帝に反するものか。五罪をもって臣下の礼を取るものか。勇、知、仁、信、忠、臣たる将に求められる五罪か。いかにも。勇なればすなわち犯すべからず、知なればすなわち乱すべからず、仁なればすなわち人を愛す、信なればすなわち欺かず、忠なればすなわち二心なし。ほほう。流星の堕落、霊帝で極まれりと思っていたが、なかなかどうして。王子だ、ご無事でいらっしゃるぞ。おお。待て、なんだあの旗は。とう、領州僕の董卓殿か。袁紹様、ご報告が。どうした。領州僕董卓が仁王寺を連れて洛陽に入ったと。我らが大義は奪われたか。董卓はどうするつもりでしょうか。わからぬ。だが今我らに義はない。天下は奴の意のままだ。しかしこのままでは終わらせぬぞ。まるで我らは董卓に王子をくれてやるために背いたようなものだ。董卓め、奴は全てを読んでいたというのか。紀州へと帰還する。
皇帝とは何か、進化とは何か。何故皇帝は天の声を聞くか。やめろ！逆賊！こいつは黒い鎧、そしてあの異様な矛。呂布だ！愚者は死なねばならん。私のことも殺すか、董卓。どういうつもりだ、董卓。お前はこの私に仕えるというのか。兄に代わってこの私に帝位につけというのか。またトニーが来たよ。ドンか、毎日ご苦労だな。猛毒、今日という今日は言わせてもらうぞ。昨日と違うことだろうな。私は一言一句覚えているぞ。
お前は朝廷より任命された役職をわずか数日で投げ出して帰ってきた。ああ、私の仕事は終わったからな。信用できるものを後任につけた。そして仕事を辞めて帰ってきたと思ったら、家にこもって遊興三昧、嘆かわしや。宗家の先陣が泣くぞ。語弊があるな、トンヨ。まるで私がダメ人間のようではないか。ようなではない。ダメ人間そのものだ。昨日など結局くっちゃにしていただけではないか。ドンはいつから私の母になったのだ。今洛陽が都は董卓によって阿鼻教官の地獄に陥っているという。蓮王子と皇后殿下は病に倒れ、今や我が国の社食は危うい。もうとけよ。俺はこの気に乗じろとも宗家の責務を果たせとも言わぬ。ただこの天下の大事にお前の才覚が必要なのだ。猛徳。董卓と言ったな、ドンよ。ああ、言ったぞ。何でも領主の僕というが、宦官と外戚の跡目争いにつけ込み、たちまち権力を奪取してしまったな。なるほど、トンよ。曹操はその男を討つべしというのかな。それくらいの気概は欲しいものだな。これで昔は飼い家のあるところも、いや、ないな。可愛げはないが、昔のこやつならもっと果断であったぞ。そして曹操は悪かもしれぬが卑劣ではない。致し方ないな。ここは加工将軍の務めに従ってみようか。猛徳、またそうやってお前は私の話を。何だと。機は訪れたり、今ここに曹操の部隊は整った。逆賊董卓を誅すため、今こそ兵を挙げるべし。これは袁紹からの書状ではないか。袁紹は反董卓陣営の矢面に立つつもりのようだ。すでに同様の書状が視界を駆け巡っていよう。そうそう、お前が待っていたのはこれか。
はトータクってやつをやっつけるんだね。志向は戦の怖さを知らないというか、黄金との戦で何も学んでいないの。戦と胸を怒らせるのとどっちがマシ？比べ物になりません。曹操様に逆らうことは天に逆らうことと同じです。では早速行くとしようか。試練、馬を引け、戦に向かうぞ。ところで猛徳、昨日とは違う本を読んでいるが、今度は何の本だ？恋愛についての本だ。時には引くことも寛容という。戦も同じだな。どうしたトンよ、なんだその顔は。おお、さっさとトータクとやらの首を取りに行くぞ。